おはようございます。たかしです。本日は10月11日火曜日、ただいま8時ちょうど。それではポンド円のトレードポイントを見ていきましょう。まずは冷やしからです。昨日の冷やしは気迷い線ですね。十字線なんですが、上下に髭を出した実体がほぼない線となってます。これが出現するとここからの反転という兆しにもなりますので、ここから本日は一旦の上昇できるのかどうかというところですね。ただ現在はこの上昇に対する押し目買いという考える人たちと、次はこの下落に対する戻り売りをしようという人たちが拮抗しているところでもありますので、一旦上昇すればまた売りが入りやすい、そんな試合でもありますので、今は押し目買い、そして上がったところでは戻り売り、両方の勢力が拮抗しそうなところでもありますので、下がったところでは買い、上がったところでは売りっていうところで考えていくのがいいかもしれません。現在、日足の GMMA は横向き。ただ、今 GMMA の下にありますので、一旦は GMMA まで戻す動き、つまり162円ぐらいですね。この辺ぐらいまでは上げてくる可能性があります。そして今 GMMA はまだ横向きですので、ここから突き抜けて上に行く可能性というのもあります。なので、上限としてはここですね。165.5 ぐらい。そして下限としてはこのヒゲ先ぐらい。149円ぐらいでしたか。もうちょっと下。ここですね、148.5 ぐらい。この辺での今は攻防戦かなと考えておりますので、かなり値幅は広いんですが、どちらにも行く可能性というのも考えてトレードしていくのがいいと思ってます。では4時間足です。4時間足も GMMA の下にありますので、基本的には弱いなという印象ですね。ただこの場所っていうのが過去のこのレジサポゾーンになるんですね。なので今少しそこを下抜けてる感じではあるんですけれども、この辺ぐらいからの反発っていうのも考えられますので、今は一旦の反発上昇には警戒したいところですね。このままどんどん下げるという印象ではなく、一旦はこの高値、166円近くを目指して上昇する可能性があるなと思ってます。ただGMMA は今下向きになりかけてますので、上昇してもそんなスルスルと上がるっていうイメージではなくって、こうジグザグと上げていく、じりじりと上げる、そんな印象を持ってます。ストキャスティクスは今ゴールデンクロスして上昇中。あまりクロスの仕方が綺麗じゃないので、ストキャスティクスが上昇している割にはチャート自体は全然動いていないという、そんな感じですね。マクディの下落モメンタムは今消失仕掛けというところで、今ここから上昇できるのかという感じなんですが、今これだけを見てるともう一段下落してもおかしくないかなと思ってます。今この安値からこの高値に引いたフィボナッチリトレースメントのここがこのオレンジのラインですね。 38.2%、 ここが 159.2 付近になるんですけれども、その辺付近が一旦のターゲットかなと。ここ今 23.6% 付近で下げ止まってはいるので、ここのこの白のゾーンが意識されているといえばそうなんですが、ここから反発するのか、もう一段下げてから反発するのかっていうところを考えていきたいですね。ただインジケーターを見てると今この場所から反発しそうな雰囲気でもあるんですが、 GMMA が上からのしかかってきてますので、それで反応してもう一度下落するということも考慮はしといておいた方がいいと思います。今はただここから下落っていうのを狙うのはあまり優位性がありませんので、一旦ここで下げ止まってる感じもしますので、一旦は反発の上昇を狙っていけそう。そしてまたこの上がってきたところですね、この白ゾーンの上限付近では戻り売り、もしくはこの高値では戻り売りっていうところで狙っていけるのかなと考えてます。10月31日までの期間限定で広瀬通商さんとのタイアップキャンペーンを開催中です。専用 URL から口座開設をいただくと最大で55,000円のキャッシュバックがされます。少しの手間でそれだけの金額がもらえるなら今月のお小遣いにしませんか？専用 URL は概要欄に貼ってあります。期間限定ですのでお早めにどうぞ。では1時間足です。1時間足、ここ下落の仕方が怪しくなってきているのがわかりますよね。だんだんとこの下げ幅を縮めているっていう話を週末にしてましたが、ちょうどそこからここ緩やかにどうも鍋底を描きながら上昇していくんじゃないのかなという、こんな印象ですね。っていうのも考えられます。と考えますと、今日のどこかで一度大きく上昇するんじゃないのかなというふうにも取れますので、大きく上昇すればそこからじりじりと下がってきたのを待って、そこからのロングエントリーで一旦この白のゾーン上限ですね、164円ぐらい、もしくはそこを超えてくると166円ぐらいまでっていうのを狙っていけると思いますが、日足のところでも話しましたけれども、今は下げる可能性、この安値を目指して下げてくる可能性もありますので、今一旦上昇してもそこからここでダブルトップになって大きく下落するということも考えられますので、今は短く利確していくのがいいのかなと。そしてこ
この下げ幅を縮めてるとは言いましたが、今まだ1時間足の GMMA は下向きで、今1時間も4時間も日足も GMMA の下にありますので、基本的には弱いなという印象ですので、一旦大きな陽線が出れば、そこからの、戻しを待ってからの上昇を狙っていくことは可能だと思いますが、今の状態では、今ここからロングエントリーするのは、確かに損切りまでの距離がすごく短いのですが、まだ何とも言えない状態、上昇の兆しが見えていないですので、せめて1時間足の GMMA の上に乗せてきて、その GMMA でサポートされたところぐらいから買っていくっていうのがいいのかなとは考えてます。で、先ほども言いましたが、もう一段下落っていうことも考えられますので、この辺ですね、この緑のエリオット波動の4波の終わったところ、ここが紫のラインが引いてあるところですが、159.4 ぐらい。それが先ほど言ってた、このフィボナッチリトレースメントの 38.2% のこのオレンジライン、159.2 ぐらいと重なりますので、この辺は硬くなってくると思いますので、もしもう一段下落するようであれば、この辺からのロングエントリーっていうのも狙えるんじゃないかと思ってます。現在はこのエリオット波動の視点から終点に当てたフィボナッチリトレースメントの 38.2% でぴったり止まってるんですね。この黄色のラインなんですよ。もう一つ上の黄色のラインが 23.6%。これも意識されてそうですので、今この2つの黄色のラインですね。ここをどちらに抜けるか。ここでレンジを作りそうですので、まず上昇を狙うのであれば、この GMMA の上に乗せて、次その GMMA でサポートされるのを確認してからエントリーしていくのがいいと思いますし、次ショートエントリーを狙うのであれば、この白ゾーンの上ぐらいですね、164円ぐらいまで来るのを待ってからエントリーしていくのがいいのかなと考えております。で、もう一段下げてきた時は、この紫ライン 159.5 付近、159.5 より少し下ぐらいですね。そのくらいのところでサポートされれば、そこからのロングエントリーも考えられますし、今度逆にこの紫のラインを下抜けてくると、もう一段下 157.3 付近、この黄色の点線ですね。この辺ぐらいまでは落ちてくると思いますので、この辺の節目ですね、157.3、そして 159.5 付近、それから現在地、そして164円、166円、この辺を意識してトレードしていくといいのかなと。そこの節目の上ではロングエントリー、そこの節目の下ではショートエントリーみたいな感じで、その節目節目を狙って取っていくのがいいのかなと。今はどちらにも行く可能性がありますので、両立てというやり方でもいいのかなとは思ってます。で、下がったところでは買っといて、次上がったところで売っといて、動いた方の利益を伸ばしていくみたいな、そんな感じでもいいと思いますけれども、今はどちらにも行く可能性がありますので、ちょっと分かりにくいなと思ってますので、1時間足ぐらいの時間軸で方向性が出てきたところでトレードをしていくのがいいのかなと。今、日足とか4時間足に関しては方向性がない感じですね。1時間足も方向性はないんですが、今のところここで鍋底を作るのかなという感じですので、そこからの上昇を一旦期待したいところ、そして上昇したところでは再び売りも入ると思いますので、その辺を狙っていければと考えております。それでは本日はここまでです。今日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。インジケーターの使い方解説ブログを書きました。現在このインジケーターを使ったエントリー手法のブログを書いている途中ですが、まずはこちらの基礎編をご覧いただきたいです。GMMA、ストキャスティクス、MACD の使い方について詳しく書いてます。インジケーターは何気なく表示させるのではなく、理解して使いこなすことが大切です。このブログを読んで、ご自身のチャートに当てはめて考える。それが使いこなすことへの第一歩になります。せっかく FX と出会ったのですから、確実に一歩ずつ成長していきましょう。